毎日が危険と隣り合わせで多大なストレスを抱える、消耗する兵士たちにとって、戦地で出会った動物たちは心の支えとなり、癒しとなります。海外の戦地に設営したベースキャンプで動物たちの面倒を見る兵士も少なくありません。しかし、そこには最低限の物資しかないため、十分なお世話は困難なのです。そこで今回は、戦地で出会った野良猫の心温まる話をお伝えします。中東のベースキャンプに駐留していたアメリカ女性兵士が衰弱した野良の母猫と出会いました。その母猫はやがて2匹の子猫をベースキャンプに連れてきました。深い絆を育み、癒しを与えられた兵士たちは動物救済団体の協力を得て3匹の猫たちをアメリカへ移送することを計画しました。3匹とも兵士たちが帰国後、本当の家族になる予定だそうです。2021年9月、中東のキャンプ地に駐留していたケルシー軍曹は、キャンプ場の駐車場をよろよろと歩み寄ってくる一匹の野良猫を目撃しました。その猫は少し歩いては横になり、また歩き出すという行為を繰り返し、明らかに弱っている様子でした。ケルシー軍曹が近くで見ると、猫の目と鼻にはかさぶたがあり、尻尾が折れてよじれ、骨と皮に近い状態で、ほんの少しの体力しか残されていないような状態だったそうです。どこからやってきたのかはわかりませんが、ケルシー軍曹はその猫のことがとても気になりました。どんな状況でも必死に生き延びようとする猫の姿は、辛く厳しい駐留地にいる自分を励ましてくれているように思え、ケリー軍曹はその猫をウィスカー軍曹と名付け、お世話をすることにしました。ウィスカー猫軍曹の回復を願ったケリー軍曹と同僚たちは、怪我や病気を治すため、限られた物資しかないベースキャンプでできる限りのことをしました。やがてウィスカー猫軍曹はケリー軍曹たちに懐くようになり、数日後には2匹の子猫を連れてキャンプ地へとやってきたのです。ウィスカー猫軍曹が母猫だったことに驚かされたケリー軍曹と同僚たちは、突然増えた仲間に喜び、世話を続けました。そうするうちに、兵士と猫たちとの間に深い絆が育まれました。家族の一員のように、3匹の猫は兵士たちの大きな癒しになりました。その間、ケリー軍曹はニューヨークを本拠地としている非営利の動物救済団体に連絡を取り、ウィスカー軍曹と2匹の子猫たちの救済と保護を求めました。同救済団体は、兵士らが海外でキャンプ地に駐留している間、交流を持った動物を保護して世話をするプログラムを実施しています。いずれその土地を離れる兵士たちが現地で絆を育み、良き相棒となった犬猫たちを残し、帰国することは心苦しいものです。そこで動物たちが取り残されてしまう状態にならないように、同団体が介入し、救済、保護に当たっています。また、ウィスカー軍曹のように、怪我や病気を患っている動物たちを発見した場合も、獣医院へ連れて行く世話も行っているようです。いつでも動物を救済すべく奔走している同団体は、現在、ウィスカー軍曹と2匹の子猫をプログラムの一員として預かっています。ケリー軍曹たちの意向により、3匹はアメリカに移送する予定だそうです。アメリカに無事に着くことができれば、ウィスカー軍曹はケリー軍曹が、そして2匹の子猫は別の軍曹のもとへ引き取られる予定になっているそうです。なお、この動物救済団体は、動物保護がいかに大切であるかを次のように語っています。動物を助けたい気持ちがあるなら、地元の動物保護施設に足を運んでみてください。
大抵がボランティアが不足していて資金も足りていません。動物保護ボランティアで学ぶ教訓は人生において大切なものばかりです。その経験は一生を豊かにしてくれるものとなるでしょう。また、動物の様子がおかしいと感じたら、すぐに助けを求めてください。動物虐待やネグレクトのケースの多くは、目撃者の通報により解決できる場合がほとんどです。こうして救われ、保護された動物たちが、後に身も心も生まれ変わり、愛情ある温かな家庭にもらわれて幸せになるというケースを私たちはこれまでたくさん見てきました。ペットを探しているのなら、ぜひ動物保護施設から迎え入れてあげてください。きっと素晴らしい動物たちに巡り会えることでしょう。動物の保護施設にはたくさんの動物たちがいるのが現状です。そんな中、今回お伝えしましたように、戦地で発見された動物たちを保護し、世話をするプログラムがあるというのは、とても素晴らしいことだと思います。3匹の猫の親子たちが、ケリー軍曹たちに出会えて、本当に良かったですね。家族として幸せな日々を送る日も近いことでしょう。戦地戦場では、非日常の生活を強いられています。敵とはいえ、人の命を奪わなければならないし、また、いつ自分の命が消えるかもわかりません。そんな緊張の連続の中、兵士たちの心を癒してくれる動物たちが救われる世の中になってほしいですね。私たち人間はもちろんですが、動物たちも安心した暮らしを送れることが一番です。平和な世の中を願うばかりです。最後までご視聴いただきありがとうございました。